こんにちは。ニューヨークファンクフェジュのタカです。今日はですね、How to Avoid Neck Pain という ebook を作ったので、そちらの紹介にしていきたいと思います。で、興味がある方はこちらからダウンロードできますので、ご連絡いただければと思います。それはですね、前回の大好評だった、How to Avoid Back Pain ですか、腰痛の対策っていう本に続いてですけども、今の時代ですけれども、大変体には優しくない時代になってきてしまったなと、私なんか思うんですね。やはり、スマートフォンだとかコンピューター、デスクワークなんていうのがもう今当たり前の世界だと思うんですね。もう小学生からもスマートフォン使うし、もうコンピューター、使ってね、タブレットなんか使って学校のカリキュラムやったりっていうのがもう当たり前の世界なので、もうそれがもう多分スタンダードだと思います。で、それをなくすっていうのも不可能なので、じゃあそれに対してどうしたらそうしたテクノロジーに我々がうまく付き合っていけるか、体を守っていけるかっていうことについて話していきたいと思います。それでは行きましょう。How to avoid neck pain and stiffness。ルールナンバーワンです。良い姿勢とは何かというのをまず理解しましょう。まずね、大前提じゃないですか。良い姿勢が何か。ぼやっとしてますけど、実際それに対して、あ、これが良い姿勢ですって答えられる人ってほとんどまずいないです。少なくても私もこういうフィジカルセラピーという職業をもう10年以上やってて、毎日のように患者さんを見て、もう本当に年に10回以上いろんなエデュケーションコースを経て、これがなんとなく人間の体のシステムに合った良い姿勢だなっていうのを本当最近理解できてきた感じがするんですね。で、多くの人が例えばこれ悪い姿勢ですってわかると思うんですよ。もう猫背でなんか頭前にしちゃって。これは悪い姿勢だというのは理解できると思います。で、小学校の時とかね、小さい時に先生に何て言われました？背筋伸ばしなさい。まっすぐ立ちなさい。ね、胸を張りなさい。ね。いい姿勢。本当にいい姿勢かどうかって謎なんですよね。僕はいい姿勢だと思いません。で、これを勘違いしてる人が非常に多いです。だから、見た目の良い姿勢、ね、軍隊さんとかでビシッとしてる、かっこいいっすよね。ね、モデルさんとかでも胸張って、かっこいいですよね。ボディービルダーさんとかでも筋肉ムキムキで、いや、確かにかっこいいです。ただ、勘違いしてほしくないのは、見た目のかっこよさと、体の本当に健康的な姿勢の良さっていうのは違うところにいます。なので、その辺の情報がごっちゃになっちゃってます。なので僕はすごく懸念してます。なんで、私姿勢いいんですってここにね、クリニックに来て、いや、でもなんか肩こりがひどくてとか、いや、腰がっていう人多いです。特に、例えばダンサーさんなんか意外と多いです。バレリーナさんとかで、もうすごい綺麗じゃないですか。もう常にこんな感じでね。すごく綺麗だと。ただ、あれは見た目の姿勢の良さを求めた結果なんですけれども、じゃあ決して彼ら肩こりがないか首痛がないかって言ったらまた全然違うんですよね。逆に相方の方が首が痛い、肩が凝ってるっていうの多かったりするんです。その話はちょっと今度詳しくしたいと思うんですけれども、ポイントは見た目の姿勢の良さと、本当の意味で健康的な姿勢の良さって全く違うところにいるっていうのをまず理解してほしいんです。で、それについては今度詳しく説明していきたいと思うんですけど、まず、いい姿勢とは何かを分かってなければ、姿勢を直すことって不可能なんですよね。面白いですけどね。みんな姿勢を良くしましょう。で、ゴールが分かってないのに姿勢を良くしましょうって不可能じゃないですか。全く同じことです。なので、まず良い姿勢とは何かっていうのを理解しましょうというところから始まります。もしあなたがどういった姿勢が一番正しい姿勢なのか、体に優しい姿勢なのかっていうのを知りたければ、私の方に連絡していただくなり、今後それに関しての動画も上げていきたいと思うんですけども、これ全部のこのシリーズにまとめるのはちょっと不可能なので、今回はこれだけにしておきます。もしかしたらあなたの周りにもそうした深い意味で姿勢を理解している、医療従事者がいると思うので、その方にアドバイスを聞くのが一番だと思います。